宇宙の中で最も神秘的で驚異的な天体の一つ、ブラックホール。今回は、ブラックホールによって生じる興味深い現象である、スパゲティ化に焦点を当てます。ブラックホールとスパゲティ、一見すると関連がないように見えますが、実際には深い関係があるのです。ブラックホールは宇宙の掃除機のようなものです。近づくものすべてを吸い込んでしまいます。でも、ただ吸い込むだけではありません。ブラックホールの近くに来た物体は、とても変わった現象に遭遇します。それがスパゲティ化です。物体がブラックホールに近づくと、その強大な重力によって縦に引き伸ばされてしまいます。ブラックホールに近づくにつれて、不思議なことが起こり始めます。例えば、あなたの足がブラックホールに近く、頭が遠い場合、足が強く引っ張られますが、頭はそこまで強くは引っ張られません。この結果、あなたの体は徐々に伸ばされていきます。スパゲティが茹でられて伸びる様子と同じように、あなたの体も非常に長く、細く引き伸ばされ、変化していきます。これがスパゲティ化と呼ばれる現象です。ブラックホールに近づくと、このスパゲティ化はさらに激しくなります。最終的には、物体は原子レベルまで引き伸ばされてしまい、ブラックホールに吸い込まれてしまいます。このスパゲティ化は、ブラックホールの強い重力がどれほど影響を及ぼすかを示しており、宇宙の不思議な現象の一つとされています。ブラックホールの中心には、特異点と呼ばれる点があります。ここでは物質が無限に高い密度で圧縮されています。つまり小さなスペースに多くの質量が詰まっているのです。この特異点の周りには事象の地平線という境界線があります。ここがブラックホールの見える限界で、一度この線を越えるともう戻ることはできません。なぜなら脱出に必要な速度が光速を超える必要があるからです。ブラックホールは光さえも逃しません。これはブラックホールが非常に強い重力を持っているためです。光が逃げられないため、私たちはブラックホール自体を直接見ることができません。しかし、ブラックホールの周りで起こる現象、例えば星がブラックホールに引き込まれる様子を観察することで、その存在を確認できます。ブラックホールの近くで起こる驚くべきスパゲティ化という現象。この言葉は少し奇妙に聞こえるかもしれませんが、この現象は非常に興味深いものです。スパゲティ化の原因はブラックホールの潮汐力にあります。惑星や星がブラックホールに近づくと、ブラックホールに最も近い部分は最も強い引力を受けます。しかし、その物体の他の部分は少し離れているため、少し弱い引力を受けます。この引力の差が物体を引き伸ばす原因となります。これがまさにスパゲティ化現象です。この現象はブラックホールの強大な重力によるもので、宇宙の極端な環境下でのみ観察されます。ブラックホールの近くでは、通常の物理法則が通用しないほど強い力が働きます。このような極端な環境を研究することで、私たちは宇宙の奥深い秘密に迫ることができるのです。スパゲティ化現象を理解するためには、まず宇宙の基本法則である重力理論について知る必要があります。この理論は遠い過去から現代に至るまで、2人の偉大な科学者ニュートンとアインシュタインによって形作られました。イギリスの科学者アイザック・ニュートンは、物体が地球に引き寄せられるのは重力という力によるものだと発見しました。彼の理論では、重力は物体の質量に比例し、その距離の平方に反比例します。つまり、質量が大きい物体や距離が近い物体ほど強い重力を生じるのです。次に、アインシュタインの相対性理論について考えてみましょう。アインシュタインは、重力が単なる力ではなく、宇宙の時空自体の歪みによるものだと提案しました。
彼の一般相対性理論では、質量の大きな物体は周囲の時空を歪ませ、その歪みが他の物体に影響を与えると説明されています。ブラックホールはこの理論の極端な例で、その重力が強すぎて時空が無限に歪んでしまいます。スパゲティ化現象は、これら2つの理論が組み合わさって初めて理解できる現象です。ニュートンの法則が物体間の引力を説明し、アインシュタインの理論がその引力がどのように宇宙を形作るかを明らかにします。これらの理論により、ブラックホールの周辺で起こる驚くべき現象を理解することができるのです。スパゲティ化は宇宙の物体に非常に強い影響を与えます。この現象は星やガス雲のような大規模な物体においてはっきりと見られます。まず、スパゲティ化は物体の形状を根本的に変えます。ブラックホールに近づく星やガス雲は、その強烈な重力によって通常の球形から細長い形に変形します。この変形はブラックホールの強い潮汐力によるもので、ブラックホールに近づくほど物体の変形はより明らかになります。スパゲティ化のもう一つの重要な影響は物体の内部構造に起こります。物体が伸びることで内部の圧力や温度が変化し、化学的な変化が起こる可能性があります。特に星の場合は核融合の過程に影響を受けることがあります。これは星の命運を決定づける可能性もあるのです。またスパゲティ化は物体の周りにある物質をブラックホールに引き込む原因にもなります。これによりブラックホール周辺には輝く円盤が形成され、この過程で放出される光やエネルギーは遠く離れた観測者にも観測されることがあります。さらにスパゲティ化はブラックホールの周りの宇宙の構造にも影響を及ぼします。物体がブラックホールに吸い込まれる過程で周囲の時空が歪み、複雑なダイナミクスを生み出すことがあります。ブラックホールとスパゲティ化現象に関する驚くべき発見は、宇宙観測の歴史の中で何度もありました。最も有名な例の一つは、恒星がブラックホールに吸い込まれる様子を捉えた観測です。この現象は潮汐破壊事象とも呼ばれ、星がブラックホールの強力な潮汐力によって引き裂かれ、スパゲティ化する様子が確認されました。観測者はこのプロセスで放出される明るい光を捉え、ブラックホールの性質をより深く理解する手がかりとしました。現在の研究ではスパゲティ化現象を利用して、ブラックホールの大きさや質量を計測する新しい方法が開発されています。また、ブラックホール周辺の環境に関する理解を深めるために、この現象をシミュレーションする研究も進行中です。ブラックホールのスパゲティ化現象は、宇宙の極端な力がどのように物質を変形させるかを示しています。これは物理法則がどのように働き、宇宙がどのように構成されているかを理解する上で貴重な事例となります。今後もブラックホールやその他の宇宙現象に関する新しい知識が私たちの想像力を刺激し続けることでしょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。